こんにちは、今回の作品は前回の動画で紹介した編み込み模様の楕円、それをバッグの底として、今回側面をまた編み込み模様で編んで、肩からかけられる、あるいは斜め掛けができるショルダーバッグに仕上げました。で、使っている糸は前回の続きなので同じくダイソーさんのレースヤーンになります。でちょっとね綺麗に映るかどうかわからないんですけれども、使ってる糸は、ダイソーさんのレースヤーンで、カラーナンバーが366番のアクア、こちらがアクアですね。で、もう一つの方、濃い色の方がカラーナンバー940番のネイビーブルーになります。両方とも 20g80m で、かぎ針の使用目安はレース針の0号から6号で、私は今回、レース針の4号を使いました。1玉で 20g80m あります。で、材質は綿 100% になっています。で、前回からですね、かなり間が空いてしまったんですけれども、その、要因の一つがですね、この糸になるんですけれども、これですね。で、私、前回編んでいるのはこちらのね、グレーのラベル。これは以前からあるタイプのこのグレーのね、ラベルのものを使っていたんですね。で、紹介している糸の方は、ネイビーブルーということで、こちらの白っぽいラベルの方になるんですけれども、私はずっと、あの、新色を増やしながらラベルが新しく変わっていってるとずっと思ってたんですね。そう、思い込んでいたので、このラベルね、よく見るとこちらはネイビーブルー、こちらはネイビーで、もちろんカラーナンバーも違うんですけれども、もう全然同じものだと、ラベルが新しくなっているだけで同じものだと思っていたんですね。で、こちらの方を多く買い足したので、こちらの方で紹介をしたんですけれども、実際前回の動画で使っているのはこれなんですね。で、ずっと編み進めていまして、もうすぐ色をね足さなくちゃいけないっていう時に、ロットのね差っていうの、糸のね色はロットが違うと多少色も変わってきちゃうっていうのはあるんですけれども、それにしても糸のツヤ感とかもなんか違うなと思ってよくよく見ると、カラーナンバーとかも違っていたんですね。で、並べてみるとやっぱり違和感を感じてしまうので、こうねちょっと結局編み直したせいで時間が、だいぶ取ってしまったっていうのもあるんですけれども、これがね前回の動画で紹介している分になるんですね。で、今回の分かりますかね、ちょっと肉眼で見るとすごく分かるんですけれども、こちらの方がね、このネイビーブルーの方が少し明るいんですけれども、光沢はこちらのネイビーの方があるんですね、糸に。で、ちょっと分かっちゃうかなと思ったので、もうこのねグレーの方の糸はちょっと手に入らなかったので、あの色もね違うのも嫌だなと思って、これを結局編み直しました。なのでこれはねまたちょっとこの辺側面の部分をほどいて、それこそテーブルセンターか何かにね編み替えようかなと思っています。はい、これがまず一つですね。で、実際のところどうかわからないんですけれども、このラベルの糸とこの白っぽいね、去年あたりかなぐらいから見かけるようになったものと同時進行で販売されるのか、私が思ってたようにこのラベルのものはもうなくなっていってこちらに変更していくのかちょっとよくわからないんですけれども、とにかく編み直したせいで、時間を取ってしまいました。で、実際にあのこのねネイビーブルーの方で編んでいったものが、こちらになります。はい、これがそこですね。編み直しました。で、こんな風なね模様に編んでいます。で、もう一つはずっと編んでいて、ふっと気づいたら模様としては成り立っていたんですけれども、ここの模様とこの先の模様がちょっと私自分で考えたのに間違えていまして、で模様が成り立っているのでそのまま続けて編んじゃって、
図案の方をね書き換えようかなと思ったんですけれども、やっぱしよく見るとこのね一番最初のこの模様とこの先の模様があれなんかちょっと違うぞって気づいちゃうなと思ったので、結局また2玉ですね、2玉分ほどいて、正しい最初に考えた方に、編み替えました。2玉分編み直しました。でそれでちょっとねだいぶ時間がかかってしまいました。言い訳なんですけれども、はい、それで時間がかかりました。今回編んだこちらの模様なんですけれども、こちらが図案になります。ちょっと小さくて見にくいかもわからないんですけれども、そこですね、楕円底を編んだ後、一番最後の段ですね、楕円底の一番最後の段と全く同じ色替えですね、色替えで側面の1段目を編んでいます。で側面なので増し目はもうありません。全く同じ目数で編んでいます。はい、ここですね、ここから上が側面になります。で1段それを編んだ後に、この紺色のところですね、ここ私5段編んでるんですけれども、この辺はもうお好みの段数編んでもらえればいいと思います。で、ちょっとね分かりにくいかもしれませんけど、ここですね、編み始めっていうのがこの端っこではなくてここになっています。ここがね、ここから編み始めてるんですけれども、ここが図案のここになります。この模様ですね、この模様がこの模様、この模様がこの模様で、全部だーっと描いちゃおうかなと思ったんですけれども、全部丸々描いていくとちょっと気持ち悪いなと思ったので、今回ちょっとこんな風なね中途半端な図案になっているんですけれども、もうこれのずっと繰り返しになります。で、これね途中で編んでる時も思ったんですけれども、私はショルダーにしようと思ってペットボトルがね入るぐらいの高さと思ったのでここまで編んだんですけれども、編んでる途中でね、この辺でもうやめてしまって、ファスナーをつけてポーチにしてもいいかなと思いました。でもちろんもうちょっと伸ばしてもらってこうね持ち手を短いハンドバッグのタイプに、してもらってもいいかなと、その辺は自由に編んでください。で、私はここですね、編み始めのところと対称になるように、ちょうど切りがいいところで、終わりました。で高さを出すためにここ紺色ですね、最後私11段ぐらい編んでるんですけれども、これもお好みでね編んでいただければいいかなと思います。でやっぱり編んでて気をつけてたんですけれども、この色替えがあるところはやっぱりちょっと緩めになっていて、一色でねずっと編んでるところがきつく編んでしまったのでちょっとすぼまってるかなと思うんですけれども、出し入れに問題はないのでこのままでいいかなと思います。で、次ですね、ここですね、この紺色の部分ですね、これもこうちょっと持った時の感触をあんまりペラペラにしたくなかったので、私はこの後ですね、この模様編みの後も、このアクアの糸ですね、このアクアの糸を最後まで編みくるみながら編んでいます。でもったいないなと思われる方はもう模様ですね、模様が終わった時点でこのアクアの糸をカットしてもらっても、その辺も全然自由で構いません。で、ショルダーにするので紐の部分を編んだんですけれども、これが今回編んだ、肩にかけるね紐の部分になります。もう長さはね適当です。私が持っている肩にかけるねショルダータイプのバッグのものを目安に、あとは、体格なんかもね人によって違いますし、私は短めが好き長めが好きっていうのがあると思うので、あんまりね何目編んでくださいっていうのは言わないでおきます。もうお好みの長さにしてもらえればいいと思います。で編み方としてはこの楕円底ですね、楕円底と同じような感じで編んでいます。なので、鎖編みですね、鎖編みを編んだ後、中長編みですね、中長編みを編んで、
中長編みを編んだ後、引き抜き編み、細編みの引き抜き編みで編んでいます。でこれをもう模様をね目安にしてもらえればいいので、ちょうどここが半分になるので、ここにこう縫い付けようかなと思っています。ここにしてもいいし、ここにしてもいいし、でこのまだまだ余ってる紺色のネイビーブルーの糸で、ここですね、ネイビーブルーの編んでるところをぐるっと編んで、ここもちょんちょんと編んでじゃないや、縫い付けて、でここにねウッド調のボタンをつけてもいいかな、可愛いかなと思ってます。でこれ私はねショルダーにするために、結構の、ね、長さ編んだんですけれども、これ短いのを、2本編んで、こんな風にここにつけて手提げタイプにしてもらっても可愛いんじゃないかなと思います。で、使ったね糸なんですけれども、糸の量なんですけれども、結局この、アクアの方は3玉、これ3玉目なんですね。でこちらは、5玉目になります。もう5玉って言ってももうほんと少ししか使ってないんですね、こちらの方は。なのでこんなにね長くされない、あるいはこのハンドバッグタイプにする、紐を短めにする方は、5玉目使わなくって3玉と4玉で足りるかなと思います。と高さですね、ここの紺色の部分どこまで編むかによって変わってくるんですけれども、一応7玉から8玉で編めるかなと思います。でちょっとこれね、ここの部分前回の動画見てもらえればわかるんですけれども、ここの部分ですね、説明しますと、この部分の説明なんですけれども、編み方としては、鎖編みをここですね、鎖編みをずっと編んでいって、立ち上がりを2つで中長編みをずっと編んでいきます。で、2目残しておいた場合、2目をねこう残しておいた場合ですねは、この鎖編みの数は数えてないので何目っていうふうには言えないんですけれども、2目残してここを引き抜く、引き抜いて、こういう形になりますね。ここで引き抜く、こう引き抜いてもらってもいいですし、こうねこうバーッとあって最後まで編んでもらって、鎖2つ編んでここで引き抜いてもらってもどちらでもいいです。で、こう丸くしていくのに、ここで引き抜いた場合、立ち上がり1つしてもしなくてもどちらでも構いませんけれども、して、筋編みの細編みをずっと編んでいきますね。こうずっと編んでいって、今度ここですね、中長編みと一番最初立ち上がり2目編んで中長編み、ここに、細編みを4つ編み入れました。私は4つ編み入れています。もう模様がないので、3目の方が3つの方が綺麗に、こう丸くできるわっていう方は3つでも全然構いません。で、またここ筋編みでずっと編んでいきますね。で最後またここに1234でここで立ち上がりでまたずっとこう編んでいくんですね。編んでいきました。で、今回ね私はねもう模様が関係ないのであれなんですけれども、2段目ですね、こう丸く編む時の2段目、1段目こう4つありますね。で2段目はこの1つに2つ、円を編む時と同じなんですけれども、こう2段目は増し目2つ、1つの目に2目ずつ入れていきますよね。で3段目からは私は4目で編んでるのでこう対称にしました。
こちら側とこちら側を対称にするために、ここね、2段目のここある字、ここで増し目をして3段目ですね、3段目細編みで、ここで増し目をして、最初に増し目をして3目で、その後反対側は、増し目を最初に持ってくるんじゃなくって、細編みをしてから増し目、細編みをしてから増し目という風に左右対称に、ね、なるように編んでみました。その方がこの丸いカーブがね、綺麗に出るんじゃないかなと思って、こんな風に編んでみました。でこれも全然もう自由で構いません。もう3段目だったら 3目編むうち1回増し目、4段目だったら4目編むうちの1回どこかで増し目っていうのはもう変わらないの、円をね編む時と変わらないので、その辺は自由でいいんですけれども、今回私は左右対称になるように増し目の位置を持ってきました。というわけで、今回はね、あとはもうここね縫い付けるだけになるんですけれども、一応完成したのもお見せしようと思います。で今回はねもう全然時間の余裕もどんどん遅くなっちゃって、間にね動画を撮ってる余裕もなかったので、編んでるところとか全然動画に撮れてないんですけれども、私筋編みの細編みしかしてないので、こんな感じでもいいのかなと思ってたりもするんですけれども、どうでしょうかね。持ち手はねこれね結構使える、この編み方使えるんじゃないかなと思って、でこれで、くっつけて完成にしようと思います。はい、この肩掛けの部分ですね、ショルダーの肩掛けの部分を、縫い付けた後に飾りとしてこのウッドボタンを取り付けました。このウッドボタンも、ちょっとどこで買ったか忘れちゃったんですけれども、セリアさんだったかな、セリアさんかミーツさんだったかなと思うんですけれども、どちらにせよ100均で売っているボタンになります。で、ネイビーブルーの糸でねこのぐるっとこう縫い付けた後に同じネイビーブルーの糸でボタンも取り付けたんですけれども、もうほとんど縫ってるところはわからないですよね。裏側もわからないと思います。で、先ほどね私このネイビーブルーの糸はこれほとんど使ってませんけど5玉目って紹介しました。で、このアクアの方の糸がこれが3玉目って、言ったんですけれども、このね使ったラベルを数えてみると、4枚あったので訂正します。これが4玉目です。4玉目の半分も使ってないかもしれません。半分ぐらいかな。で、だから5玉と4玉あれば、これだけのものが編めるということになります。で、高さというか高さですね。この側面の高さがだいたい20センチぐらいありますね。で、このね幅なんですけれども、幅はこうねペタンとしてるので底の部分よりは広くなってるんですけども23センチで、ここねちょっと私かなりきつく編んでしまったので、ここが22センチちょっとぐらいになっています。20ペタッとすると 22.5 センチかな、それぐらいになっています。はい、で私は今回ショルダーにしたのでここで縫い付けたんですけれども、もちろんこのね手下げにしてもらってもいいですし、手下げにしたり高さの調節をしてもらえればもっとね少ない玉数で大丈夫かなと思います。でこの部分ですね、ここを私飾りボタンつけたので今回ここは何もしなかったんですけれども、ここがね入り口がパカッと開いてしまうのが気になる方、あとはハンドバッグ的なね手にかけるタイプにする場合で上が開くのが気になる方はですね、ここの飾りボタンをやめておいて、これねこういったこれも100均さんで売ってます。こういうねバッグをパチッと磁石で留めるね分な
マグネットホックっていうものなんですけれども、これ大きさがねもう少し小さいものもあったかなと思います。でこれをこの内側ですね、内側につけてこうパチッと磁石で留まるようにして、でこれね縫い付けるので表にちょっと糸が響いちゃうかなって思うので、このボタンをこのね両サイドのボタンをやめて、この縫い付けたところの隠しとしてここにボタンをつけても可愛いかなと思います。でもう一度こちらの図案の方を、紹介しておきます。はい、ギリギリ分かりますかね。これが、今回の図案になります。側面ですね、1段目はそこと同じ模様を増し目安で全く同じ目数編む。それから私の場合は5段編んで、ここからね、模様が始まっているという感じになります。今回も、最後まで見ていただいてありがとうございます。前回からねかなり時間が空いてしまって、毎回ねなるべく間を空けないで、次の動画をと思ってるんですけれども、なかなか時間がかかったり、することも、特にこのね編み込み模様は時間がかかったりとかするんですけれども、なるべくね間を空けずにアップできるように、編んでいこうと思っています。もしよろしければ高評価と、チャンネル登録していただけると、次の作品のね編む励みになります、ね。今回もありがとうございました。